読み上げます。長老の本に、日本で年間3万人も自殺者が現れるのは、日本人が自分を守ることを怠ってきたからだと書いてありましたが、この場合、自分を守るということは具体的にどういうことでしょうか。まあ、簡単に言えば自分を守ることっていうのは善行為することなんですね。良い人間にいることなんですね。ただ、生きて、社会が決まっているプログラムで、ロボットのように動いただからといってね、自分の意思で生きているということにならないんですね。だから、だいたい3万人かどうか私は数値には自信がないんだけど、結構最近日本に限らずいろんな国でね、自殺する人の数が増えてはいますね。で、だから我々はちょっと甘い。生まれたら社会が生きるシステム作っていると思ってるんですね。学校に行かなくちゃと。学校はもうできたシステムだからね。そこでその一通りに教育終わってから、一通りに仕事をして、それで決まってる時期で結婚して、子供を作って、決まってる日にちで退職して、それで死んでしまうという、規制プログラムの中に動けばいいというふうに思っているんですね。で、規制プログラムはもう長い時間かけて、組み立てて固定しているんだから、必須いものなんですけど、我々個人個人にはそれ変えることはできません。変えらなくちゃあかんだけど、これは結構時間かかる作業で、例えば教育の質と中身を変えましょうって言ったら、これ一日でできることじゃないんですね。そういうことで、それでポイントは、時々決まったプリインストールプログラムで、プリディターマインプログラムですね。これはプリインストールじゃなくてね、社会が決まっているプログラムですね。で、その通りに行こうと思ったら、いろいろトラブっちゃってできないケースもどうせなりますよ。だから学校に行っても、学校でも行かなくなっちゃう。仕事に入っても、そこでちょっとうまくならなくなっちゃうとかね。結婚してみても、なかなかうまくいかないとかね。だから、決まってるプログラム通りにやりたいんだけど、なんか、トラブっちゃうっていうことは、これもごく自然にあるものなんですね。だから社会がそういう決まったプログラムからはみ出せる人々のためにプログラム作ってないんですね。例えば登記を給付する人々のための特別プログラム。普通の会社員で仕事をしたくない人々に適した別途なプログラムとかないんですね。ただ、犯罪を起こったり、例えば青年たちが何か変なことをやっちゃうと、その子供たちを扱って、教育させるプログラムありますけどね。で、そんなに、進んでないんですね。例えば、老人ホームなども、一つの社会の流れでいけない人々に対して別プログラムを作っていて、まだできたばっかしだからうまく起動してないと思いますね。例えばスイスみたいな国だったら年取ったらみんなもう必ず老人ホームに行かなくちゃいけないとかね、決めてあるならば問題ないんだけどね。その場合はやっぱり老人ホームっていうのはすごい高級ホテル並みで、
ものすごい贅沢で大事にしているんですね。まあそれだったらどんな人でも年取ってくるとまあ楽しいに待ってるんですね。そういう年寄りのハウスに入るために。まあそれは置いといて、まあ我々の社会はまだまだそんなに完璧にできてるわけじゃないんですね。だから学校に行けなくなったとかね、学校の友達とうまく合わなかったとかね、結婚するつもりでいろいろ相手を探って友達として付き合ってみたんだけど、これはとんでもない期待外れのことを起きたとかね、そういう何かしらのことで社会が決まっているこのプレディテーマインプログラムね。我々は生まれるときはプログラムができてるんだからね。で、それに合わせなくなる人々の中で反対者になる人もいるし、もう引きこもりになる人もいるし、自殺する人々もいますね。だからいくつかいますよ。だから必ずみんな自殺選ぶわけじゃないんですね。引きこもりになる人々もいるしね。犯罪に行っちゃうか麻薬に手を出す人々もいるんですね。だから仏教的な答えは全体的にで一人一人が自分を守るという自己責任、自己管理をやってくださいと。だからそれは自己責任ということが社会ではあまりないんですね。まあかすかにあるんだけど、これ生き方の欠かせない一つの条件であるということはないんですね。自分を守るということが。これは日本に限ったと思わないでください。これはもう地球上の人間の問題なんですね。だからたまたま私は間違って日本にいるんだから日本から例出すだけでね。で、結構自殺するんですよ。もういろんな国々の場合はね。まあそこで自殺したら直行地獄に行くんだ。自殺はすごい罪だっていうふうな宗教文化がある国々では、なんかちょっと自殺だけはやめましょうという考えもありますね。でもそれは科学的な考えじゃなくて信仰的な考えで、自殺したらまあ重罪であると。なんて言いますか、許せない罪であるとかね。それで、多宗教の聖典読んでみたら、そういう理由は全然書いてないんですね。そういう文章もないんですね、本当は。ただ単に宗教文献が出てくると、いろいろ書いてるだけで。だからじゃあそういう宗教的な意味合いで自殺は重罪であると言ったからで、そういう人々は本当に社会の問題考えてるのかと考えてないんですね。自分の信仰する宗教の教理学士が考えてないんですね。人類のことを心配してないんですね。だからたまに私から自殺したらどうなるのか、地獄に落ちるのかという質問もありましたし、たまにでもないんですね。結構何回も聞かれたことあるんですね。仏教は自殺その行為自体は別に何も言ってないんです。別に。どうせ人は死ぬんだからね、どんな方死ぬかだけの話でしょうしね。それで死に方によって地獄に落ちるっていうことはもうありえないんですね。他を殺すなよ。他を殺したらそれは罪なんですね。だから自分を殺すことっていうのはそんな罪にならないんですね。
ただバカなんですね。だってただで死ぬんだからね。ただで死ぬんだから、それがわざわざもう早めにする必要はないんですね。では、質問に答えます、これから。今まで答えてないんです。で、自分を守るとは、生きることに対して自分自身で果たさなくちゃいけない自己責任というものはあるということなんですね。で、その中でも自己責任は2種類がありまして、学校に行って勉強することも一つなんですけど、勉強するのは自己責任。しかし学校は社会が作っているんですね。だから社会が作ったプログラム通りに生きることが自己責任ということになるんです。それは一つなんですね。それをうまくいかなかった人々は自殺するんだからね。もう一つ自己責任があるんですね。自分自身で良い人間で生きること。罪を犯さない生き方をしましょうと。それで自分がすごく充実した、自分が本当に間違いを犯さないで、嘘をつかないで、怒らないで、人間だから何でも完璧にはいかないんだけど、間違いながらも良い人間で生きてるんだと。それで頑張ってるんだと。だから良いことをして良い人間で生きろという努力はあくまでもその一人の責任なんです。お母さんに言われたから良い人間になったっても、それはそれほど力強くない。それは社会が作ったシステムの通りに動くことなんですね。例えば、嘘をつくなよということは一般的な法律でもあります。法律では嘘をつくないと言ってないんだけど、嘘の証言するなよとかね。そういう程度でありますよ。だから、そういうふうに社会の決まり、守る場合は自分自身の責任感は薄くなるんですね。しかし、嘘を言わないことは自己責任で。なぜならば自分の嘘をついて人を騙すこともできますからね。与えられたものは取ることは結構簡単にできますよ。いくらでも人は見張ってないものをいくらでもありますからね。取ってしまうことはできます。で、例えば会社の会計任されている。誰か自分自身を管理しない。自分の上の監督がない場合は、なんとかごまかしてやるぞということはね、簡単にできますね。だから、与えられてないものは取らないということはあくまでも自己責任で、自分で気持ちよくなるんです、その場合は。例えば、落ちたものを拾っても、それはいくらか価値あるものだとしましょう。これは、落ちたものを誰かが落としたもの。だから、すごい価値あるものだったら警察に届けますけど、そうでない場合はもうどうしようかと。やっぱり、これは与えられてないものだから自分のものにはしない。ということをね、することはできますね。そうすると、なんとなくで気持ちがいいんですね。昔このドラマか本当に番組かわからんだけどね、もう小学子供たちがね、50円か100円ぐらい落ちてるものは、拾って、これ警察に届けなくちゃとかね、一生懸命おまわりさんにそれは渡すとかね、
で、あれ見ると、なんとなくすごく美しく映るんですね。子供たちの行為は。だから、それでお菓子買おうっていうのは簡単ですからね。でも、言われてるんだから社会ではね、人のものをちゃんと拾ったら、警察に届くない。警察に立っても100円ぐらいだからこれ持ち主さんが、もう大変困りますけどね。まあ、それでも、子供たちの立場から見ればすごくいいことをしまったというね、喜びがあるんですよ。ですから、だから定義聞いてるんだから分かりやすい定義してますよ。善行為することなんですね。悪行為しないことなんですね。だから、なぜならば、善行為する自由も悪行為する自由も個人個人にあるんです。それで自己責任で善行為をして生きてみる。そうすると、まあ、どこかで教育システムでうまくいかなかったからといって、本人には自殺してやるぞという気分にならないんですね。自分にとっては生きるエネルギーがあるんですね。それがなかったら別な方がありますよと。いうふうに生きる勇気と力が入ってくるんで、善行する人々にとっては。善行もしていないならば何のために生きるのかという問題が出てくるんです。善行する人にとっては、日々充実感があるんだから、何のために生きているのかという問題を考えて悩む暇がないんですね。そういうわけで結論としているのは、自分を守ることは、殺生しないことやら、嘘をつかないことやら、与えていないものは取らないことやらね、よくしまな行為しないことやらね、一般常識的に良い人間で生きるよという頑張ることなんですね。それは教育と仕事と関係ないものなんですね。そういうことで頑張ってください。